この絵描きさんみたいになりたいっていうのが本当にゴールなんですよ。僕の場合だとやっぱね、身近にその宮崎さんいたんで、普通にねスタジオとか、そうするとやっぱ自分とは違う人なんだなってね思いました。例えば米山舞さんっているじゃないですか。アニメーターとしてもうまいし、一枚絵としても映えるっていう人はなかなかいないと思うんですけど、リアルにその人になりきるって意味では、僕は例えばやっぱもののけ姫はこうして生まれたをよく見てたろうし、そして今その米山さんとかだったらメイキング動画とかあるじゃないですか。ああいうの見ると本当に結構ねすごい試行錯誤してんだなってね。だから本当にその人になると思ってやるんですよ。まず表層的な模写をしてみて、なんかそもそも人体なんかこの人さらっと一発でここまで描いたなみたいなところ見たら、ってことはやっぱデッサンやんなきゃかとかね、そういうですね、その人の一挙手一投足ねを見ては、それになるためにはこれをやろう、これになるためにはあれをやろうって。例えばその人が〇〇っていう本が好きだと、てかよく読んでる愛読書がこれでもちろん買いますそういうことみんなしたことあります。だからね、ただの目の前の絵の模写じゃなくて、その人が影響を受けた作品、好きな作品まで模写するって模倣するんですよ。なんかよく聞くんですけど、こう好きなものがブレちゃっていろんなものに目移りしちゃうんですけど、どうしたらいいですかっていう話もよく聞くんですよね。僕は例えば宮崎駿みたいになりたいっつっても、あの人はアニメーションとレイアウトが本当なんていうの、凄まじくうまいですけど、正直そんなに模写したいと思わないんですよね。絵はそんなに好きじゃないんですよ、絵単体はね。だけどあの人は本当はアニメーションうまいし、本当にすごいなと思うんですけど、もう言ってしまえば宮崎さんより吉田健一さんの方が好きでした描きやすそうだし、なんか吉田さんの方がやっぱこうデッサンが今時な感じがする。正直も宮崎さんの模写よりね吉田さんの模写の方がいっぱいしたことあります。そうだし、千と千尋とかの安藤さんの模写の方がいっぱいしたことあるしっていう風に、宮崎さん好きっていうか、ジブリ好きってなるとその周辺を調べ始めて、でも宮崎さんの絵吸収しにくいんですよ、やっぱ宮崎さんの絵って。そう考えるとやっぱその弟子筋にあたる安藤さんだったり、吉田健一さんの方がキャラクターとしてはやっぱうまいから、僕はもうそっちの方はやっぱ吸収していくから、別にこれ目移りじゃないよね。一貫性があればいいんですよ。一貫性があれば。例えば僕平松さんっているじゃないですか。有料音楽とかの人ね。平松さんの絵もすごい好きなんですよ僕。だから平松さんの模写もしてました。あの人の絵ってやっぱりちゃんとデッサンがすごいうまいから、真似しやすいなと思って平松さんとか吉田さんの絵のあったりは模写してましたね。だけど柔らかい感じってやっぱジブリにも通じるものがあって、あの人の落書きとか本当ジブリの人が描いたみたいな絵あるんですよ。そういうのね普通に模写してましたね。だから自分にプラスになるであろうものを一つの一本の筋はあるんだけど、そこに将来こうなりたいっていうのためにその周辺のものもこう拾っていくと。だから、この人だけっていうのはですね、結構割と最初から息苦しいと思うんですよ。でもねこれね結構大事なのはあと本質的なところです。なんでその人になりたいのって。自分がものを作るってなった時にやっぱりみんな共通してるなと思うのは、底抜けにマニアですよ。はっきり言ってちょっと気持ち悪いぐらいの情報を持ってるというのを多分ね調べるよね、好きだと。そうするとその人がどういう風にその若い時っていうか最初の頃何やってたとか、やる気があったら調べる。で調べたらやっぱそれと自分っていうのを照らし合わせる。でそれになるようにやっぱ自分にやっぱ負荷をかけるっていう風に多分なりますよね。でさらにそこで、さらにいろんなその人だけじゃなくていろんな人を見てたりすれば、この人のこの部分はじゃあこっちの方にしようかなとかねっていう風に自分の好みによってやっぱカスタムしていけばいい。この人一人をずっと追わなきゃいけないなんてことはないってことを言いたいわけですよね。ざっくりと宮崎駿になりたいであって、絵に関しては吉田さんのとか平松さんの方がいいなとかね、で動きは磯さんがいいなとかさね、それがあなたの好みでありセンスであり、それを総じて才能っていうんじゃないですかね。情報が少なければ少ないほど輪郭がざっくりしちゃうんですよ。アニメーターでなんとなく食っていきたいです。ただしアニメーターは全然知りません。知ってるのは室井さんぐらいなもんですみたいな俺みたいな、もうちょっとあんだろみたいなさ、もっと調べろよみたいな。そりゃ
ちょっと解像度低いです。ざっくりしすぎですよね。いろんな人知ってた方がいいです。引き出しになるんです。簡単に言うと、いろんな情報がいっぱいあればあるほど、自分の輪郭に合った上手い人像っていうのが作れるでしょ。と情報が少ないっていうのは、ドットが荒いゲームというか 3D みたいな感じ。いろんな人のいろんなありようっていうのを知ってると、すごい細かいドットになるわけ。そうすると自分のやりたいこと、こっちはこの人、あっちはあの人ってさ、いろいろ分かるんですよ。そうやって自分のやりたいことに合った目指すべき人っていうのを適時知っていれば選択できて いけるわけですよ。僕の場合はある一定期間一人を模写するといいんじゃないって。ただここら辺はね、結構その人のねセンスというか、何を選ぶかがその人のセンスなんですよ。その人のそれ選んだみたいなとかね、ちょっと具体的なね作品名言うとあれですけど、それあんまその先広がんないなみたいなね作品とかタイトルとかやっぱあるんですよね。結局最終的に上手くなればどうにかなるんです。なんでやっぱ画力を上げるってことには常に考えた方がいいです。てかあんまり練習ばっかしない方がいいです。言ってるようにやっぱ作品作った方がいいです。なんせ僕もうただ単に本当に絵が上手くなろうと思った練習って多分2年目からしかやってないです。1年目じゃ何やってたのって言ったら企画書とかコンテとか書いてました。いや、そんな企画書とかコンテなんて立派な絵じゃないです。ただの落書きですよ。ただこれは企画書なんだ、これはコンテなんだと思って書いてました。これは何の目的の何の絵なのかってないと僕書けなかったんですよ。で 1,2 年やるとさ、あれが足りないこれが足りないって分かってくるんですよ。自分に足りないものが分かって初めてやるのが練習なので、いきなりなんか模写すると上手くなるらしいよみたいなさ、それで上手くはなるらしいんだけど、自分のタイミングってあるんですよね。それをやるべき、自分の魂を揺さぶる表現とか絵とかをしてる人が僕はその基準だと思います。その目指すべき絵柄っていうのは、自分の魂を揺さぶるものって何かないですか？なんかこの教本を最初から最後まで、勉強するといいらしいよとか、なんつうのかな、昔の小学校の時にやらされてたすげえつまんねえ勉強みたいなことを大人になってもうやらないでください。なんで自分でね選んでやってんのにそれがつまんないもの書くかなみたいなもっと世の中にはうまい絵が、自分の魂が揺さぶられる何かを書いてくださいよ。これだと思うやつから片っ端から書いてみてください。でもそれもそんなにそれに執着しても別にしょうがないんで、いろいろやってみましょうね。これって書いてもいいのかな、悪いのかな、これを書いてた俺ってどうなんだろう、あれやってた私は時間の無駄、人生、無駄にしたとか思わないでください。その後無駄にしなければあらゆる、ことが無駄にならないのが絵なんですよ。なのでその後無駄にしなければ全ていきます。しかし、その経験を無駄にするもしないもね、今後のねあなた次第です。